逆転検事2宇宙からの逆転第1話。あったあった、俺の屋台。どこに行ったかと思ったよ。それにしても冷えてきたな。トイレも近くなるわけだって。けど、このヤハリ様は、この程度では音を上げないぜ。何しろ俺は今回のイベント中に見張るに。な？あら、月が出てるよ。さっきまで真っ暗だったのに。風かな？なんか気味悪くなってきちゃったな。もう遅いし、あとは明日にしてそろそろ帰るかな。なんだ？なんだよ。何の音？誰かいる？宇宙人さん？そうだ。我々は宇宙よりの使者。出たー！屋台が飛んでる！UFO だ！ UFO が屋台を！いやー！今日はなかなかいい天気だな。ずいぶん暖かくなってきましたよね。みつるぎさん、今日は暇なんですか？うん。今日は特に予定はない。久しぶりにゆっくりできそうだ。この音は。嫌な予感がするな。三雲くん、執務室のドアに鍵をかけてくれたまえ。はい。みつるぎ助けてくれ！遅かったか。やはりさんでしたか。みくもちゃん、今日も可愛いね。で、それどころじゃなかった。みつるぎ、聞いてくれよ。宇宙人に屋台を取られちゃったんだよ。宇宙人だと？何をバカなことを。本当なんだって。とにかく聞いてくれよ。ひどい顔をしているな。いや、そりゃひどい顔にもなるって。聞いてくれよ。聞かなくとも貴様がまた厄介事に巻き込まれたというのはその顔を見ればよくわかる。そうだろ？わかるだろ？とうとう俺宇宙人に狙われちゃったんだよ。宇宙人。やはりさん、病院に連れて行った方がいいんじゃ。大丈夫だ三雲くん。とにかく話は聞いてやろう。聞いてくれるか親友。やっぱ持つべきものは友達だな。いいから早く話せ。あまり時間は取れないかもしれん。そうなのか。じゃあ話すけどさ、今度のイベントでさ、殿様んじゅうの屋台を出そうと思って昨日の夜中まで準備してたんだよ俺。イベント？ひょうたんこ公園でやるやつですね。そう、俺そこでやる屋台に人生かけてたんだよ。なのにその大事な屋台を宇宙人に持ってかれちゃったんだ。宇宙人とさっきからバカなことを。そんなものいるわけがないだろう。いや、それがいたんだって。 UFO も。やはりさん UFO 見たんですか？いいな、かっこよかったですか？なんて言ってる場合じゃないですね。宇宙人やら UFO やらというのはともかく、やはりの屋台は何者かに盗まれたのだな。そうなんだよ。犯人は地球外生命体だぞ。まったく、どうしてこう厄介事に巻き込まれるのか。相変わらず間の悪い男だ。事件の陰にやっぱりやはりと言われ続けているだけはある。とにかくなんとかしてくれよ。俺あの屋台が戻ってこなかったらいいやけになっちゃうからな。宇宙人を見たって言いふらして有名になってやる。やれやれ。休日はどうやらお預けのようだな。
でもまだ準備中みたいです。本番になったら絶対行くよ。大きなイベントっすからね。結構人が集まってるっす。自分たち警察も警備でかなり気合が入ってるっすよ。糸のこぎり刑事まで出てくるほどのことではなかったのだが。とんでもないっす。自分三剣検事の部下っすから。でも宇宙人に盗まれた屋台を見つけるなんてまた厄介な事件っすね。厄介なのはこの男だ。俺照れるな。褒めてなどいない。で、屋台を盗まれたのはこの辺りなのか。多分そうかな。何しろ暗かったし、トイレに行って戻るのにも迷ったくらいだから。ではやはりもう一度その時の状況を説明してもらおう。だからさ、今度のイベントの時に殿様まんじゅうの屋台を出そうと思ってその準備をしてたんだよ。もう日にちがないから根詰めてたら深夜になっちゃってさ。そんなに遅くまで頑張ってたっすか。そりゃ頑張っちゃうよ。だってこれも三春の。三春？なんでもないなんでもない。隠し事は困る。まあどうせまたろくでもないことだろうがな。それからどうしたのだ。それでさすがに疲れたんで休憩しようと思って、ついでにトイレにでも行っておこうと思ってさ、公園のトイレに行ったんだよ。その帰りに迷ったんですね。公園のトイレって？歩いて 1,2 分のところっす。そんな近くで迷ったんですか？この男ならばあり得るだろうな。なんだよその言い方、傷つくだろ。さっきも言ったけど暗かったし周りは木ばっかりで同じような風景だから分かりにくかったんだよ。それで戻ったら屋台はなかったっすか。いやその時はまだあったんだよ。屋台があったからここだなーって分かって戻れたんだし。屋台を目印に戻ったわけか。で、宇宙人はいつ現れたんですか？戻ってすぐだよ。なんかゴゴ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 ゴって変な音が聞こえてきてさ、何かと思って振り返ったらすぐそこに宇宙人が立ってたんだよ。変な音か。どんな宇宙人だったんですか？逆光で影になってよく見えなかったんだけどさ、こう黒っぽいツルツルした感じの肌で目が異様に大きかったぜ。自分もそれ見たことあるっす。テレビで。でいきなり屋台が浮かび上がって空に飛んでっちゃったんだよ。その時空に光る物体がいくつも見えてさ。UFO が吸い上げたっすかね。 UFO などありえん。三剣は頭が固いな。これからはもっと広い宇宙意識を持たないと時代に遅れちゃうぜ。何が宇宙意識だ。宇宙意識を持った崇高な生命体がまんじゅうの屋台を盗むのか。そりゃ何かやむにやまれぬ事情があったんじゃないか。そもそも泥棒が UFO ならば屋台を取り返すのは不可能だ。宇宙に持っていかれたものはどうやっても手を出せないからな。それでもいいのか。そりゃよくないけど。でも俺は本当に見たんだぜ。こう屋台が月に向かって飛んでいくの。月に向かって。そういえば昨日は満月でしたね。そうそう、まん丸の月に向かって屋台が飛んでったんだ。あれはどう説明するんだよ。それはまだわからん。だがどこかに矛盾があるはずだ。その屋台は空に浮き上がった後どうなったのだ。それはその後は俺見てないんだよ。見ていない。その後俺気を失っちゃってさ。宇宙人と UFO をセットで目撃したら気絶するのも無理ないっす。宇宙人に何かされたんじゃないですか？そういえばあれからちょっと頭が痛いんだよな。自分テレビで見たことがあるっす。宇宙人に捕まった人はみんな体にチップを埋め込まれてしまうっすよ。じゃあイヤハリさんの頭にもチップ入れられちゃったんじゃないですか？そういえばちょっと頭の後ろが盛り上がってるような。頭の後ろが。なるほど。マジで三剣やべえよ。俺操られちまうぜ。早く取ってくれほら。騒ぐな。それより一つ確かめたいことがある。何か気になることでもあるっすか？
昨夜のこの辺りの天気を確かめたい。天気ですか？それなら私が調べてきますよ。でも昨日の夜ならずっと晴れてたぞ。雨も降らなかったし、星も見えてたからな。念のため公式な情報と照合しておきたい。糸のこぎり刑事は他に目撃者がいないか探してほしい。了解っす。探してくるっすよ。調べてきました。三剣さん、昨日のこの辺の天気はずっと晴れでした。雲もほとんど出ていない快晴だったみたいですよ。ほらな、俺の言った通りだろ。だがそれでは矛盾が生まれてしまうのだ。矛盾？一体何が矛盾なんですか？それは三剣幹事怪しい男が見つかったっす。怪しい男だと？何者だ？それが老子曰く、老家を疑う者には狼の呪いが降りかかるだぜ。老捜査官。検事さん、これは一体どういうことなんだ？いきなり人を容疑者扱いとはよ。怪しい男というのは老捜査官だったのか。昨日の夜この付近で老捜査官を見たって人がいるっす。一体何の捜査だ？実はこの男がまた厄介事に巻き込まれたようでな。とんでもねえ事件に巻き込まれちまったんだよ。なるほどね。確かに面倒なことに巻き込まれているらしいな。宇宙人に屋台を盗まれたっす。というわけで少し協力してほしい。老捜査官、昨夜はここで何を？昨夜は捜査中だった。捜査？国際的な宝石窃盗団が近々大規模な取引を行うという情報があってな。その捜査中だったんだ。ダイナマイトを使う荒っぽい連中でな。俺たちはそいつらをずっと追っていた。捕まえたのか？ああ、犯人たちはな。だが肝心の宝石が出てこねえ。証拠がないのをいいことに奴ら容疑を認めないでいやがる。一体どこに隠しやがったのか。じゃあローさんは昨日ここにいたんですね。何か見てませんか？残念だが俺は宇宙人も UFO も見てねえな。いたなら俺もぜひお目にかかりたかったもんだが。もしかして宝石も宇宙人が持ってったんじゃないか？宇宙人が宝石をか？だとしたらお手上げだな。いや、笑い話ではないかもしれんな。何？どういうこと？まさか宝石泥棒は宇宙人だったってことですか？